今日は福岡県北九州市若松区にある九州工業大学に来ています。今こちらでは人間の脳のように動くコンピューターの研究が進んでいるそうです。では早速研究室に行ってみましょう。ありました。ニューロモルフィック AI ハードウェア研究センター、ここですね。早速行ってみましょう。先生方がいらっしゃいました。今日はよろしくお願いします。早速ですがロボットがありますね。こちらのロボットは何のロボットなんですか？このロボットは AI のロボットの世界大会で優勝しているすごいロボットなんですよ。人間の脳のように動くコンピューターを作っていると聞きました。まずセンターの名前となっているニューロモルフィックって何でしょう？ニューロモルフィックっていうのは、脳を真似するっていう意味なんですよ。人間の脳は非常に優秀で、その人間の脳のように動くコンピューターを作って、それをハードウェア、例えばロボットのようなものに積み込んでですね、全く新しいロボットを作り出そうと考えています。人間の脳とコンピューターの一番の違いって何ですか？人間の脳とコンピューターの一番の違いは使っているエネルギーの差です。人間の脳は非常に効率的にできていて、あんまりエネルギーを使わないです。でも一方、このロボットに積んでいるコンピューターは動いている時に熱くなってきます。それは、計算をしている時にエネルギーをたくさん使っているということです。ですから、そのエネルギーをなるべく使わないようにするために人間の脳の動き方を利用しようというのが我々の目的です。人間の脳を真似したロボットってどうやって作るんですか？うちのセンターには4つの分野があります。脳のように振る舞うシステムを載せるための材料の研究、脳の振る舞い自体を調べるモデルの研究、できたモデルを使って材料を搭載する回路の研究、できた回路をどうやってロボットで動かすかというロボットの研究、その4つです。1つ目は材料です。ニューロモルフィック AI マテリアルと名前を付けています。今までのコンピューターは、シリコン半導体を使っていたんですけども、ここではそれに代わる人間の脳みその、ように働く、材料を、探しています。実際にその材料は見つかったんですか？例えば、物を小さくしていくと物の性質が変わるんですけども、小さくした時に人間の脳みそのように振る舞う材料が見つかってきました。でこれが、例の一つですけども、この白いところに脳の働きをするようなそういう、材料が詰まっています。人間の脳のように仕組みを持っている素材があるってことにとてもびっくりしました。2つ目は私からご説明いたします。2つ目は脳モデルです。脳モデルでは脳の機能を数式で表現し、それをモデル化し実現する、そういう研究をしています。私たちの脳が数式で表されるようになったんですね。いえいえ、脳が数式で表されたらちょっと大変なんですけど、脳がなんでこんなに賢いかのその原理を数式という言葉で表現するという、そういう研究をしています。じゃあ3つ目は回路です。ここではニューロモルフィック、脳型の人工知能を今実際に集積回路の形にするような研究をしています。これがですね、いわゆる人間の目を作っている部分です。でこの小さな回路で今秋葉原駅前のですね画像をこのカメラで撮って、でそのどこに人間が映っているのかっていうのを処理した結果がこちらになります。こちらが音の研究です。いわゆる人間の身にこのコーラのカンカンを叩いてみますね。でコーラのカンカン叩くと、ちゃんとコーラのところにこう四角がついてて、こういうちっちゃな回路で、人間の目や耳を実現すると、そういった研究をここではやってます。
これまでに紹介してきた技術を使って、このロボットがどんなことができるのかっていうのを実際に見てもらおうと思います。で今ロボットはですね、部屋の中をこ何が落ちているかな。う、見渡して何が落ちてるのかっていうのを探してます。あ、水差しの蓋だ。じゃあこれからどうするかちょっと見てみましょう。水差しの蓋を掴むよ。上手にこう蓋の上にこう手を持っていってしっかり掴んだのが分かると思います。でこれはキッチンアイテムなんで、キッチン台所によく置いてありますよね。なのでキッチンの箱に片付けてくれてます。さっき回路のところで見てもらった、人間の目とですね同じことをこうやってるわけですね。いやもう人と同じように見て、それを何の種類かを分別して、でちゃんと持っていくってところまでできるのが、本当にロボットでもできるんだなっていうのはすごいなと思います。人間の知能をこのロボットの中に作っていくっていうのが、うちのセンターの大きなミッションになります。霊を掴むよ。今日は材料、モデル、回路、それからロボットの4つの分野を紹介しました。でいろんな大学でバラバラにこれらの分野の研究をしているところはたくさんあります。でもうちのセンターでは4つをまとめて1つの新しいものを作ろうとしているところが、他の大学と違うところですね。さらにですね、ここ北九州学研都市は大学だけではなくて市が運営するクリーンルーム、半導体施設があります。それは全国的に見てここ北九州市にしかない非常に充実した研究施設です。ここを卒業した人ってどのようなお仕事をされているんですか？例えば材料だとですね、有名な会社の半導体の分野に就職していく人が多いです。またですね、ロボットだと例えば自動運転が今盛んですから、車会社、例えばトヨタとかの車会社にの研究所に就職する人もいて、いろんな分野で活躍されてます。最後に一つ気になってたんですけど、研究室の入り口にあったキャラクターって名前とか決まっているんですか？これのことですかね。はい、これって僕がデザインをして、でこれは今日紹介した材料の乗った回路が脳の働きをしているので、ロボットに乗せた途端にロボットが動き出す。いい名前があったらつけてくださいね。じゃあニューロちゃんでじゃあ今日は先生方本当にありがとうございました。ありがとうありがとうございました。